おはようございます。阿部義俊です。今回は自分はまだ本気を出していないだけと思いながら一生本気を出せずに終わってしまうっていうことがあるよっていう話をちょっとしてみようと思います。主にその創作とか絵に関する話ですけど、そうだな、どっから話すかな。格闘技とかその空手とかで拳を突き出す時に何かを打撃を加える時に掛け声をかけながら拳を突き出していくみたいな動作があるじゃないですか。俺なんでこの「はっ」とかなんか掛け声かけるんだろうと思ってたら、どっかで見た話だけど、人間はその無意識に、その100%の自分の筋肉の力を出し切ってしまうと、自分の相手を破壊する前に自分の拳を破壊してしまう可能性があったりとか、どこしか自分の方にダメージがいっちゃう可能性があるんで、基本的には80%ぐらいの力しか出せないようにそのリミッターがかかってるみたいなんですよね。それを強い掛け声をかけることで脳の注意をそっちに一瞬振り向けることで、その瞬間的にリミッターを外してその100%に近い、力を出すみたいなんで、ちゃんと骨とかその拳とかを鍛えてるから、自分自身は怪我をしないと、なんかそんなようなことをやっているみたいで、意味があるんだと思って。でそれはその格闘技みたいなものの話ですけど、人間のその脳みそ自体は基本的にはなんかそのようなリミッターがあらゆることにかかっていて、僕らはどれだけ真剣にどれだけ真面目に取り組んでいても、何て言うかな、そういう脳のリミッターによって、絶対に全力を出せないようになっていて、でそのリミッターを何らかの方法で解除しないと、結局のところその視力を尽くすというか、その100%の力を出し切れずになんか終わってしまうんじゃないかというような気がしていて。自分自身の話で言うと、僕はもう随分昔の話ですけど、大学の受験の時とかにバイトして予備校の学費を稼いでその絵を描いてみたいなことをやりながら受験までなんとかその学費を働きながら捻出していて、でもやっぱり大学のその美大の受験が近づいてくると、授業がどんどん例えば夜間の方も取ってやりなよみたいな話になってきて、ある程度だから受かりそうな見込みがあったんで、とにかくその夜間も日曜も土曜も、来なよみたいな感じでフルに予備校に呼ばれて、とにかく絵を描けみたいな感じだったんですよ。でその時とかはだからなかなかバイトができずに、その朝の本当5時とかに起きて朝一でそのモチーフのとこ行ってずっと絵を描いて、でその中間部と夜間部があって、中間部も受けて夜間部も受けて、夜間が終わったら帰ってて、その頃文房具屋でバイトしたんで、文房具屋のバイトの店を閉めるのだけ手伝ってみたいな、その後で下手するとその漫画のアシスタントのそのアルバイトみたいなものが入ってたりして、なかなかにハードだったわけですけど、その試験の直前とかに完全に体壊しちゃって、汚い話ですけど、その下血してしまって、そのストレスでなんか腸がおかしくなっていて、すごい最初痔かと思ったんだけど、なんかストレスでその腸が出血してるっていうことで、でももうそれが試験の直前だったんで、もう入院することもできなくて、で絵を描くの休むこともできなくて、バイトも休めなくてみたいな感じで地獄のような状態でしたけど、で試験当日とかにその東京芸術大学という大学だったけど、その上野の駅でなんかね、電車で座ったら立ち上がることができなくなっちゃって、なんかギリギリ這うようにしてなんとか外に出て、これ学校まで俺歩けるかなって思っていたら、同じ予備校のなんか人が走ってきて、唇が真っ白になってるよ、大丈夫なのって言われて、というような状況の中でなんかね、試験を迎えたわけですよ。でも今にして思うと、それがそのさっきで言うところのパンチを出す時に掛け声をかけるみたいなものに近くて、もはやその当時だからずっとその下血が止まんない状態でずっと予備校で絵を描いていた間とかはものすごく気持ち悪くてしんどくて、ただ絵に100%集中している時はその苦しみというか、なんか痛みとかが一瞬忘れることができて、おかげでとにかく絵に没入できていたんですよね。で試験会場にとにかくもうその時はだからしんどかったんだけど、寝たいとか病院に行きたいとかじゃなくて、早く試験会場に行って絵を描きたい、とにかく絵を描いている間はちょっと苦しい感覚が和らぐからと思って。
それで試験会場に行ってモチーフの前にそのなんかねビニールにくるまれたブルータスとかが石膏像のやつが出たんですよ。なんか意地悪問題ですよ。でもそのモチーフの前に座った瞬間に本当になんかスーッとあの意識が透明になるというか、そのなんか苦しいとかしんどいとかその体調が悪いとか何もかもが頭から吹っ飛んでその没入できたんですよね。だからその時には多分その体調が悪かったおかげで自分はその自分の潜在能力の何か100%に近いようなものを出せたんだと思うんですよ。要するに緊張するとか失敗したらどうしようとか大学受かんなかったらどうしようとかなんかそういうような心配事を一切する余裕がなかったんでただただとにかく絵に集中してるとなんかこの辺がめちゃくちゃ気持ち悪いのなんか忘れられるからみたいな感じでひたすら絵を描いていて。でよくね自分が話をするのはでもこれは自分の性格みたいなとこもあるんで全員に当てはまることじゃないのかもしれないけどでもほぼほぼ多くの人はこうやって今例えば僕であれば自分の意識というか表層の意識がこう何か喋ることを、考えてこの喋っているわけじゃないですか。今喋っている自分がここにいるって自覚できている自分が今ここにいるじゃないですか。その自分とは別になんか無意識の領域で動いてるその潜在的な意識の領域で動いているその自分のなんていうかな無意識というか心というかが、あってそれは自分自身には何をしているのかを見ることはできなくてその自分の無意識が常に自分が傷つかないで済むように先回りして先回りしていろんな言い訳を思いついてそれによって自分っていうのはなんかその現実の認識をちょっと歪められていてで歪んで何か物事を見ているおかげで結果的に傷つかずに済んでいるけど100%の力を出すことはできないというような状態になっている、と思うんですよ。何とかそれに気づいてその脳のリミッターを外さないとなんか本当の何か100%の力というか本当のに何かに挑戦するってことはできなくて僕みたいに絶望的に体調悪くするみたいなやり方じゃなくて何かきっともっとうまいやり方でなんか自分のおおむね多分このリミッターっていうのは失敗するとか挫折すると自分は傷つくから自分の無意識が自分が傷つかないで済むようになんかいろんなことを回避する例えばだから挑戦するか逃げるかみたいな時にとっさに逃げる方を選びがちとか変化をする変化しないの時に変化をすると不確定の要素が入ってきちゃうから変化しないの方をなんかいろんな言い訳を思いついて選ぶやらない言い訳を常に探してしまうということが起きていてこれをやっつけない限り絶対に何もしないを選んじゃうんですよ。やっぱりやらない言い訳を思いつく能力って、僕がそうだからかもしれないけどでもほとんどの人が、なんだろうなやらない言い訳を思いつく時だけはびっくりするようなクリエイティビティを発揮してものすごく独創的な理由を思いついてやらなかったりするんですよ。でそれに気づいてそういう意識が働いた時にそれをこうギュッと抑えて潰すっていうことをなんかね瞬間的にできるようになると例えば僕みたいな臆病な何かに挑戦することが苦手なタイプの人間でもちょびっとずつ動けるようになって何度もなんか似たような感じの話をしているんだけど僕自身はだからなんというか非常に受け身で行動力のない臆病な人間でも変わらなければ自分が何て言うかな何か変わるとか、やってみるっていう方を選ばなければ本当に変わらないよくコンフォートゾーンという言い方をしますけど自分の習慣的にやっていることとか、もうここには変化がないって分かっていて安心できる領域みたいなものが、あって日常の行動の全ての中にあってそのコンフォートゾーンの中から人間っていうのは出ないように自分の日常の選択を、選んでいくわけですよ。多分それは人間がだから原始時代とかに作られた本能で新しいところに何か行ってみるよりは安全な場所でじっとしている方が生存確率が高いじゃないですか。だから、長い原始人だった頃の蓄積によって動かない行動しない挑戦しない、遺伝子を持っている人間だけが多く生き残ってきて何割か時々多分餌を求めてとか新しい住処を求めて飛び出していく、人が、ごく稀に生き残ってそういう人たちがだから今もごく稀にそういう人がいて大多数の人たちは無意識のうちにやらない理由を作り出してやらないっ
っていうことを繰り返しながら、そのコンフォートゾーンの中から出ることなく一生を終えてしまう。でそのことにやっぱ気づかないと、特に絵を描きたいとか、絵描きになりたいとか思ってる人はなんかそこに気づけないと変わらない。そのコンフォートゾーンの中にいる間は、要するに危険がないって分かっている領域の中だけで、変化がないって分かっている領域の中だけで生きていくってことなので、脳のその演算コストが低いというか、ストレスが少ないわけですよ。疲れないというか。なのでそこに中にいる間はだからストレスが少なくて快適なわけですよ。でもそこから飛び出さないと変わらない。そのコンフォートゾーンの中にいる間は、ゲームでいうと何をやっても経験値が一点も入らないっていうエリアなので、安全な代わりにそこで何かやっていたとしても何も変わんないし、何も成長しないんですよ。なので、その外側に何らかの形で飛び出さなきゃいけない。で飛び出すためには脳のリミッターを外さなきゃいけない。で問題はだからその外し方なんだけど、僕自身はだから本当にコンフォートゾーンの中に縮こまっていがちな人間だったんで、そこから飛び出すための方法をいろいろと考えてそういうことばかり考える、なんとか行動できるようにならなきゃみたいなことを考えてるタイプの人間なので、その一番最初に作った動画のそのポンコツ式生存戦略みたいな、自分の場合はだから行動力がないけどなんかうっかり変なとこ行っちゃうみたいな習性があるので、自分のそのうっかりやっちゃったみたいなことをうまくきっかけにして新しい領域に出ていくとか、新しい領域で全く戦う武器もない状態で行くのは怖いから、今持っている手持ちのスキルがうまく応用できるような領域にちょっとだけ変化していくとか、あるいはだから変化せざるを得ないような無茶ぶりをしてくる人を、仲良くするとか。だからそのまた昔話になっちゃうけど、昔で言うところのだからなんだろうな、その一緒にアニメ作ることになったそのプロデューサーとかが、それこそだからその僕のノートの端っこにある落書きみたいなものを見て、これで漫画描けよとか、あるいはだからその同人誌16ページしかまだ書いてないやつを捕まえて、これでアニメ作ろうぜみたいになって、じゃあ全話おしまいまで全部自分でアニメの脚本も書いてよみたいな感じで、書いたことないんですけどって、じゃあ書けるようになってよみたいな感じでめちゃくちゃな無茶ぶりのまま、進んでいくみたいなことがあって、それがなかったら多分自分から例えばこのオチも決まってない16ページしか書いてない同人誌を何かしらなんかこう映像作品にしたいみたいなことはもちろん思いつきもしないし、例えばその時にじゃあ自分で全部脚本を書きますみたいなことは当然自分の中ではその言い出す勇気はなかったわけですよ。だからでもそのなんかやってみたらって言われた時に、自分の中では瞬間的にいやいやできませんよって言い出したくなる自分のその弱い部分というか、コンフォートゾーンの中にとどまっていたいっていう強力なその自分がいて、その無意識の自分はだからすごくクリエイティブにいろんなやらない言い訳を思いついてくるわけですよ。だからその失敗したら周りに迷惑がかかるじゃんとか、これオチを決めずにアドリブで物語を進めるっていうその時の灰羽連盟というお話はことをそのなんていうか一個のテーマにして、書き始めてるものだから、オチ決まってないのにそんなたくさんの人が動く企画として載せるのは危ないんじゃないのかみたいないろんなことをだからとっさに思いつくわけですよ。でその時に思うのはなんていうかな、やらない言い訳を思いつこうとする時に脳のクリエイティブな領域が動いてるとしたら、それはむしろやった方がいいことなんですよ。要するに頭が怯えてすごい勢いでフル回転してやらない言い訳を探さなきゃいけない状況っていうのは、要するに怖い以外にやらない理由が思いつかないってことは、どっちかというとやった方がいいことじゃないですか。もちろんその中には本当にやらない方がいいこともあるとは思うんですけど、でも自分の中ででも例えばその、絵描きになりたいとかなんかクリエイティブなことを目指している人は基本的にはとにかく動いていくべきなんですよ。同じ場所にとどまってると、さっき言ったみたいにそこがコンフォートゾーンになってしまったら、例えば新しいことに挑戦したとしても、その挑戦した場所で長くしばらく同じことを繰り返していると、そこがコンフォートゾーンになってしまって、そこで繰り返している作業からもう経験値が一点も入らない、ただの繰り返しになっちゃうんですよ。ただの繰り返しになった時に辛いけど、そこから出ていかないとやっぱ次の経験値は入らないんですよ。なので、僕で言うとだからその無茶ぶりする人を探すとか、だから最近で言うとだからこのまたカメラの話をしちゃうけど、ライカの、お高いカメラをローン組んで買ったわけですよ。でもこの中には単純にそのなんだろういいカメラを使ってみたいってこと以上に、何か自分の中で今あるルーチンから抜け出してその変化するための大きなきっかけみたいなものがあって、でこれはだからその
主にそのドリキンさんっていうそのガジェット系の、散財系のYouTuber の人と、西田渉さんっていうそのプロの写真家の方のなんていうか助力というか後押しが大きかったわけだけど、自分のとしてはだから何か無意識の領域で本当はやっぱ変わろうと思っている時になんか背中を押してくれる人がいたとしたら、その時はやっぱりチャンスで動かなきゃいけない時なんですよ。で多くの人にも必ずなんかそういう瞬間っていうのがあるはずで、例えばだからこれまたちょっと前の話だけど、僕で言うと神戸芸術工科大学っていうその大学で年に1回だけですけど3日間夏期講習というかその集中講義をやらせてもらっていて、それもその当時学長だった大塚英二さんからたまたま会った時に誘いを受けて、で自分はその時にはやっぱり要するに僕はその人前で喋ったりとか何かそういうことが苦手で、自分の中ではその、嫌いというか、できないから、一人でこもってやる仕事を選んだ結果が、絵描きだったわけですよ。で巡り巡って、またそのなんか人前に立って喋るみたいなのはできないと思ったんで、最初はだから断っちゃったわけですよ。でも断った後で何度も何度もそのことを思い出すんですよ。そして何かこの言語化しようがない自分の無意識の動きを、要するに自分の無意識の動きって自分で見ることができないから無意識なわけで、でも何度も何度もその自分の無意識を覗き込もうと努力していると、何て言うかな、その自分の無意識がネズミだとすると、ネズミは見えないけど尻尾がちょろちょろって動く瞬間は分かるようになってくるんですよ。でその時にはだから自分の無意識が怯えていやいや無理ですよって言わせているが、心の底では何かそういうことをやってみた方がいいのかもしれないっていう何かね、その自分の中の思いがあって、その思いを自分の無意識が失敗した時に傷つくからって先回りして、その自分は今言ったみたいに自分は要するに人前で何かやることが苦手だから絵描きになったんですよっていう言い方を僕はしょっちゅうしちゃうんだけど、この言い訳が出てきてる時は要注意なんですよ。でそれが分かるんです。これネズミの尻尾だって分かるようになってくる。何度も何度もその自分の無意識が傷つかずに済む言い訳を作り出してるっていう瞬間のそのネズミの尻尾が、ネズミは見えないけど尻尾がちょろちょろって動く瞬間が分かるようになってきて、でそれが分かるようになると、その瞬間にとにかくその尻尾をギュッてもう押さえて、そこにネズミがいるので捕まえて潰してしまうと、それができるようになると、一枚の絵を描く時もそうで、やはり例えば他の人の絵を見た時にこの人の絵のここが例えば良くないようなとか、ここデッサン狂ってるようなとか、色こうすればいいのにとか、いろんなことを思ったりするじゃないですか。なんだろうな、その野球やったこともない人がプロ野球選手のなんかテレビの中継を見てフォームがどうこうみたいなことを言ったりするじゃないですか。おかめ八目って言いますけど、その自分のことは分かんないけど他人のことは必要以上に分かるんですよ。で分かるってことは要するに分かるんですよ。要するに自分の絵にもその他人に向けてるのと同じような批判的な目を向けることができれば、自分のデッサンの狂いとか配色のもっといい色の組み合わせがないのかとか、構造をもっとこうすればいいんじゃないのかとか、描きかけの絵であればここからこう持っていけば、ここを消して描き直せばもっと良くなるんじゃないかとか、いいアイデアっていくらでも思いつけるはずなんですよ。だけどそれをやると自分の心が傷つくって分かってるから、無意識のネズミがちょろちょろっと出てきて、いや直さなくて大丈夫だよとか、いやデッサン狂ってないよとか、いや色はこれが自分のなんか個性のある色だからこれでいいんだよとか、いろんな言い訳を用意して変えない、やらない言い訳を作り出していくわけですよ。でその時にそうだな、だからそのさっき言ったみたいに一個はなんかその言い訳を思いつくために脳のクリエイティブな領域が動いてるとしたら、それはやばいっていうことです。あとは真っ先に思いつく言い訳がその失敗が怖いだったら、それはもう絶対に失敗が怖い以外の言い訳っていうかやらない理由がないってことなんで、それはどっちかっていうとやってみた方がいいってことなんですよ。でそうは言ってもやはり行動に移すのが怖いじゃないですか。自分の中では絵に関して言うと何て言うかな、何事もそうだけど失敗するのが、怖いのはその失敗するのが怖いって怖がってる間だけなんですよ。やった後には失敗するにせよ失敗しないにせよもう怖くないんですよ。失敗しちゃえば失敗したという結果が出てるんでもう怖くないんですよ。でうまくいけばやったうまくいったじゃんと思ってやはり怖くないんですよ。怖いのはやらないで迷ってる間だけなんですよ。そのことに気づくとすごい楽になります。その恐怖から逃れるには失敗しもうやっちゃった方がいいんですよ。で絵に関して言えば自分は
失敗からリカバーする技術みたいなものが身についてきたんで、失敗するのが怖くて、例えばおっかなびっくり当たりを取り始めてるみたいなことが分かった瞬間にもう失敗しちゃうんですよ。なんかもう失敗してもいいって思いながら、失敗してもいいって思いながらはちょっと違うんだよな。なんかもちろん最善を尽くすんだけど、仮に最善を尽くした結果失敗したとしてもこれは構わない。これは失敗するのが怖いっていうのは直さなきゃいけないとか、あるいは自分はうまく書けなかったっていう現実を受け入れてプライドが傷つくのが怖いとか、あるいは決して書き直すとしたらこの今までかけた労力が無駄になるのが嫌だとか、脳の、そのストレスの回避なんですよ。だから、もうプライドなんてもう関係ないじゃん。誰もいない一人の部屋で黙々と絵描いてるだけだから誰も何も言わないよとか、あるいは失敗した部分を直すためのコストみたいなものはそれを払うのが当たり前なんです。それが制作の中のもう初めからもう予算を組み込んでおくっていうか、失敗して5回ぐらいは書き直すっていうことを、自分の作業の中にもう入れておくんですよ。もう自分は絶対に何回か失敗して書き直すんだからって言って、そうしておくと失敗した書き直さなきゃと思った時に、いやいや、書き直すことを前提にやってるんだからって思って書き直せるようにちょっとずつなっていく。なので多分性格によって自分の中のやらない言い訳を作ってしまうという脳の回路をリミッターを外すっていう方法は人それぞれにあって、こうすればいいよっていうのはなかなか言えないんですよね。それやっぱり向き不向きがあって、自分の中ではなんか日々ちょっとしたことでちょっとしたことのちょっとしたリミッターを外すことを常にやるようにしてます。例えばだから飯屋に行ってご飯食べる時に絶対食べたことがないメニューを選ぶとかなんだコンビニでなんか買う時に必ず食ったことがないものを選ぶとか、大したストレスではないけど、でもそんなことでも人間はコンフォートゾーンから出る時にちっちゃなストレスを脳が感じるんですよ。でも新しいのを選ぶ方が楽しいみたいな感覚を、日々作っていくと、それはわずかな力なんだけどちょっとだけなんかね後押ししてくれます。あとは一回でもいいからなんか成功体験を持っちゃうとやりやすくなりますね。僕で言うとまた昔の話になるけど、だから前も一回話したけど、美術の予備校に初めて行った時とかに、自分はだから臆病だったんで申し込みの手続きをしに行った時に、入り口の前に多分油絵の人たちだと思うんだけど、絵の具でめちゃくちゃ汚れたつなぎを着た人集団がそこになんかね灰皿があって、そこにみんなタバコ吸って、昼休みになんかカップ麺とかをずるずる食いながらタバコを吸って缶コーヒーを飲んで、そこにうんこ座りしてたむろしていたんですよ。でその人たちを避けないと中に入れなかったんですよ。でもで前も言ったけど、初日は怖くて一瞬目が合ったんで入り口に向かって歩いてったんだけど、なんかその人たちと目が合っちゃって、ちょっと目をそらしてビビってこのままちょっと通り過ぎちゃったんですよ。で翌日にもう一回行ったらまただから昼に行ったんで同じように油科の人たちがたむろしてて、その時はだから勇気を出してすいませんって言って横をすり抜けて受付に行ったんですけど、そんな些細なことでも当時の自分としては勇気をマックスに振り絞んないとできなくて、でもその瞬間に受付をしたからということじゃなくて、自分の心の中でなんかちょっとスイッチがね一個生まれつきオフになってたスイッチがなんかオンになる感覚があって、でそういうのの積み重ねがちょっとずつコンフォートゾーンから出た瞬間になんかちょっと楽しさとかワクワクとかが起こる、なんか新しいことができそうだっていう感覚が湧くんですよ。それを失敗したらどうしようよりもだんだんでもうまくいったら面白そうだぞの方が大きくなっていくんですよ。それはだから僕のような生まれつきネガティブな人間でも小さなことを繰り返していくと、どっかでプラスの方が大きいなって本能が感じるようになって、やらない理由を思いつこうとする無意識のリミッターみたいなものがちょっとずつ緩んでいくんですよ。もう緩まなかったらもううっかりやっちゃうとか無茶ぶりしそうな友達を探すとか何でもいいんですけど、でも自分の中にいつも自分の心を覗き込んで、このリミッターがやらない理由探しをしてくる自分の無意識の声みたいなものを必ずあるので、なんか見つけられるようになるといいです。その瞬間にで臆病な人ほど行動力がない人ほどちっちゃな勇気で莫大な変化があるんで、僕みたいにさっきの予備校の油科の人を避けて通るみたいな誰でもできるそんなことみたいなことでも、その当時のなんだろう
ビビリだった自分は、今もビビリですけど、その当時のその突出してビビリだった自分にとっては勇気をマックスに振り絞らないとできないことで、でもそんなちっちゃなことでもその後の人生が激変するような大きな変化につながっていくんですよ。そして勇気がなくて行動力がなくてコンフォートゾーンから出るのが怖いって思ってずっとそこにとどまっている人ほど、そこから出れた時に手に入るものがでかいんですよ。そしてその勇気がない人ほどその勇気を振り絞るための行動がちっちゃくて済むんですよ。なので何ていうかな、もう大きなボーナスチャンスみたいなものなので、怖がって動けないとか、今言ったみたいにやらない理由をなんかすごく頭をひねってなんか凝った理由で思いついちゃうみたいな時に、なんか今の話をなんかちょっと回りくどい喋り方になっちゃったけど、ちょっと思い出して、ネズミの尻尾がちょろちょろっと心の中で動くところを思い浮かべて、その尻尾をギュッて潰したら勝ちなんだっていう、なんかその感覚を、持ってみてください、ということでした。それに気づかないと本当にすごく真剣に真面目に何かに毎日取り組んでいるけど、一度も本気を出してはいないみたいなことになっちゃうんで、そのことの方が絶対に怖いですからね、ということでした。はい、ありがとうございました。ではでは。